ハッピーニューイヤー。そしておはようございます。現在2026年1月1日木曜日4時半です。本日これからノルウェーのトロムソというところに向かいます。1月3日土曜日に開催されるポーラーナイトマラソン。和訳しますと極夜マラソンというレースに参加するためです。ノルウェーのトロムソというところは北緯約69度のゴリッゴリの北極圏です。なので、1月は太陽が出ない極夜期間中なんですね。だから、英語でポーラーナイトマラソンという名前になっているわけでございます。そして、北極圏といえば、オーロラ、ノーザンライトですね。人生初のオーロラが見られるかどうかは、もう運次第なんですけれども、オーロラ予測サイトを見てみると、実は本日1月1日、かなり確率が高いようなので、とても楽しみにしています。今年は基本晴れだったら見られるようなことが書いてありました。またですね、世界最北のセブンイレブンやマクドナルドもこのノルウェーのトロムソというところにあるみたいなので、これらも楽しみにしてます。そして肝心のレースの目標なのですが、ズバリ完走です。基本的に路面は雪か氷のマイナス10度の世界で、持参した水も凍ってしまう場合があるというなかなかタフな環境です。こういったエクストリームレースは初めてなので、とにかく完走が目標になります。当日は13時スタートで、極夜とはいえ薄明るいようなので、レース中のオーロラ観測は難しいかもしれません。制限時間は5時間で、サブ4したオフィシャルな証明書を提出しないと参加することができないレースです。さすがに日本人は僕だけだと思いますので、運が良ければ初めての日本人1位の座を取れるんじゃないかなと思ってます。ということで、初ノルウェー、初オーロラ観測できるといいな。行ってきます。さて、1月1日木曜日10時45分、トロムソ空港着きました。これから市内にバスで向かって、ホテル周辺の観光スポット、ざっと回っていきたいと思います。明日は明日でね、レース1日前ですけど、1日オフ、アスリートビブスピックアップありますけどね。なので、少し遠出したいと思います。なので、今日は近場で、ホテルの近場を観光していきたいなと思ってます。世界最北のセブンイレブンと世界最北のマクドナルド、行ってみたいと思いますので、とっても楽しみです。今日のお昼ご飯、マックにしようかな。じゃあ、そんな感じで行ってみたいと思います。一つ言い忘れてました。本日の最高気温マイナス13度。現在の気温マイナス16度だそうです。なんかもうちょっと意味がわかりません。外に出たらどうなるのかよくわかんないんですが、できうる限りの厚着はしてきました。明日のレースもマイナス10度の想定だったんだけど、マイナス10度どころじゃなくねって、ちょっと心配になってきました。なんとかなんでしょう。じゃあ、今度こそ出発します。
さあ現在、市内行きのバス待ってます。現在、何時だと思います？11時半ですよ。11時半で、こんな感じ。ちょっとカメラだと明るく見えるけど、実際に見るともっと暗いです。うん。これが、極夜、ホラナイトですかね。すげえな。ちなみにですね、さっきスタートリスト見たんですけど、明日のフルマラソン177人、ジャパニーズオンリーワン。僕だけです。なるほど。まあ、そうだよね。そんな物好きそんないないよね。うん。そして今ね、気温マイナス16度なので、今、耳がめっちゃ冷たい。あと、手も素手なんで、結構きついですね。だから、撮影はコンパクトにいきたいと思います。さて、現在、1月1日木曜日15時半です。15時半でもう外真っ暗です。まあ、とはいえ無事チェックインしました。で、一休みしてまして、これからいよいよオーロラを見に行きます。特にツアーを申し込んでるわけじゃなくて、まあ、力技で、自分の力で見に行きます。ここから近くの山みたいな観光スポットがあるみたいなんですが、そこに行くとケーブルカーで山頂まで行けるみたいです。で、それを使って山頂まで行ってみたいと思います。今日はやはり晴れなので、オーロラが見られるんじゃないかっていう風に予報が出てます。今年はそうですね、雲がなければ夜は見られるんじゃないかみたいな話があるので、それにかけて行ってみたいと思います。とはいえね、まだ、今日の木曜、金曜、土曜と、3回チャンスがあるんでね、なんとかその3回のうちで見られたらいいなと思ってます。ということで、じゃあ行ってきます。でですね、こちら、ノルウェーって書いてありますね。ミトン買いました。あったかくて、ほかほかで、可愛いですね、もこもこで。やっぱりね、素手だと、手が取れそうなんで、買いました。記念にもなるしちょうどいいかなということで。指5本タイプもあったんですけれども、そういうグループはランニング用含めてたくさんあるんで、こういうミトン系持ってないんでね、ちょうどいいかなと思って買いました。もこもこで可愛いです。これつけて行ってきます。
これはトロムソのローカルビールだそうです。いただきます。オーロラ見えました。オーロラ見えました。わお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 。さて現在20時過ぎです。先ほどオーロラ
ノーザンライト見られました。見に来て1回目で見られるっていうのは結構運いいんじゃないでしょうか。もう満足したんで帰ります。で、多分もう雲が出てきちゃって、多分ね、待ってももう見られないと思うんで、これも潮時でしょう。まあ、引き際が肝心だからね。で、ということで、下界に帰ります。いや、それで予報を見て、外で寒いなーつって待機してたんだけど、で、いきなりオーロラがボーンって出て、うおーって変な声出ました。ちょっと不審者だったと思います。まあ、不審者ついでに、宿のぬいぐるみを出して、もう、ガンガン、もう時間制限あるから、取れるだけ取って、取りました。ただね、外が寒すぎてマイナス16度、マイナス20度くらいあるから、バッテリーがすぐなくなり、で、充電しながら撮影してたんですけれども、おそらく熱暴走の逆で、寒すぎて動作しなくなっちゃって、ちょっとそこで先に限界を迎え、休憩所に戻って、スマホを温めてもう一回外に出るみたいな感じになりました。初めての経験です。これ多分、レースの時ですね、あさってのポーラーナイトマラソンの時も、カメラ止まっちゃうんじゃないかなっていうのが寒すぎてね、ちょっと不安になってきました。以降、余談でした。今度こそ帰ります。本日2杯目いただきます。イースビュルンっていう地元のビールみたいですね。北極圏のビールなのかな。やっぱ北欧のサウナは美味しいですね。これ見えるかな。マックビールっていうらしいんですけど、トロムソにあるブルワリーがあるみたいなんですが、これが世界最北のブルワリーみたいで、そこで作ってるビールを俗にマックビールっていうみたいです。で、そのマックビールの一つがこれらしいですね。さっきオーロラ見る前に飲んだビールも、このマックビールのピルスナー4つのうちの1つみたいです。で、これはそのうちの1つのなんかこう名前忘れました。黒いやつですね。黒めのビールみたいです。ということでいただきます。やっぱね、トロムソって、世界最北のなんとかって結構多いよね。ブルワリーだったり、マクドナルドだったり、セブンイレブンだったりね。ということで、世界最北のブルワリーで作っているビールいただきます。美味しいですね。なんか飲んでばっかだな。おはようございます。現在1月2日金曜日朝8時半です。昨晩のオーロラ観測、興奮してちょっと寝つけませんでした。ちょっとゆっくり
寝ちゃいましたね。これから朝ごはん食べまして、アスリートビュースのピックアップをして近場の観光をしていくっていう形になります。ということで、トロムソ2日目レース前日楽しんでいきたいと思います。さあこんな感じに明日の機材チェックしてます。低温度っていうのかな、低温で機材が本当に止まらないか簡単にチェックしたいと思ってます。とりあえず30分から1時間ぐらい外を歩くので、それで見当つくんじゃないですかね。これ今充電しながら歩いてます。で今の気温ですが、昨日より暖かくてマイナス10度ぐらい、なんかマイナス10度で暖かいってよくわかんないんですけど、そんな環境で今観光スポットに向かいながらこんな感じに機材チェックしてます。今日の天気じゃさすがにオーロラ見えないと思いますね。昨日見れて本当に運が良かったと思います。さて今行ってきたのがポラリアっていう世界最北の水族館だそうです。入った後気づきましたまあここにあるもの基本最北ってつくみたいですね。まあ例外はあるみたいですけど。でこれから次のスポットに向かいます。
こちら諸説あるみたいですが、世界最北セブンイレブンの候補のうちの一つです。調べた感じ、多分ここが最北だと思うんですけどね。とりあえず水買います。おはようございます。現在1月3日土曜日朝10時です。本日いよいよポーラーナイトマラソン当日です。スタートが13時なんですが、でスタート地点までなんていうのかな、とても離れているのでバスが出ます。でそのバスの出発が11時半、ここから最寄りのホテルの前ですね。なのでここ11時過ぎには出ます。なのであと1時間ぐらいですね。コースの構成なんですけれども、前半20キロがおそらく人がほとんどいない、まばらな地域を山ですかね、山間コースを走って、残りハーフですね、が人がちらほら出てくるような市街地にどんどん入ってきて、残り10キロで、賑やかなトロムソ島っていうんですかね、メインの島を走って最後ゴールっていう構成になります。本日のレースコンディションですが、最低気温マイナス13度、最高マイナス6度で、雪ではないという比較的マイルドなって言っていいのかななコンディションだと思います。1月1日初日の最低気温マイナス16度よりはだいぶ優しい気がしますね。ただこの状況で走ったらどうなるかっていうのはまだわからないので油断はできません。何事もなかったかのように話し出しましたが、これが本日の装備です。こんな感じ。ちゃんとね、日本アピールしていかないとね。日本人僕だけだから。で、アスリートビブスって感じです。背中見せるとこんな感じかな。トレイルのバッグを背負ってます。その中に万が一のために羽織れる上着、ウルトラライトダウン忍ばせてます。ちょっと初めてだからどうなるかわかんないんでね。保険には保険をかけてます。なんていうかこの格好で走ってたら、レースじゃなかったらもうマジで不審者だよね。ヤドン T シャツは諦めました。命を優先した結果です。なので帽子だけなんとか被れました。むしろこの帽子がいい防寒になってんじゃないかっていう説もあります。ヤドンありがとう。本日のシューズせっかくなんで紹介しておきます。これはブルックスのゴースト17 GTX ですね。ゴアテックスが効いてるんで、昨日一昨日雪上歩きましたが、全然濡れてきません、染みてきません。正直この日のために25年の8月に日本に帰った時に購入しました。さっきのシューズにこの外付けスパイクっていうのかなをつけて走ります。さすがにこれがないと氷の上はズルンズルン滑るんで。で、昨日一昨日って観光してる時に何人か走ってる人いたんですけれども、やっぱりこれつけてましたね。あとスポーツショップにも寄ってみたんですけれども、ちゃんとジョギング用にこういうの売ってました。ということで、あと1時間でホテルを出ます。スタートまであと3時間切りました。なんかちょっと緊張してきました。初めてフルマラソンとか、初めてウルトラマラソンを出た時の緊張感と一緒ですね。すごく、いい緊張感の中で時間を過ごしています。ということで、行ってきます。
おはようございます。現在1月4日日曜日朝7時5分ぐらい前です。これから今日ハンブルクに帰ります。ホテルの朝ごはん食べてすぐ戻らなきゃいけない感じですかね。トロムソからハンブルクへの直行便が毎日なくて、であったとしても1日1本なんで、離陸が9時半ぐらいだったかな。なので8時ぐらいには空港に着きたいと思ってます。昨日のレースの振り返りはまたちょっと後ほど、自宅に帰ってからにしようかな。昨日撮ろうかと思ったんですけれども、ちょっと疲れすぎちゃってて、昨日は夜ご飯食べてすぐ寝ちゃいました。ということで、これからハンブルク帰ります。とにかく完走できてよかったです。現在1月4日日曜日20時ぐらいですね。無事にノルウェーのトロムソからドイツハンブルグに帰国しました。では、レースの振り返りをしていきたいと思います。フィニッシュタイムは4時間28分1秒でした。完走を目標としていた一方、実はサブ4を意識していたのですが、やはり難しかったです。雪や氷の上を走るための外付けスパイクをシューズにつけて走ったのですが、足への負担は陸上トラック用のスパイクよりは軽かったと思うんですけれども、それでも負担はゼロではなかったと思います。走っていたペースに対して体感よりも遅く感じたので、スピードも出しづらかったのではないかと思います。コースの難所は2カ所ありました。約9キロ地点から20キロ地点まで街灯ほぼゼロの峠越え。極夜ということもあり、14時から15時の間にこの峠エリアを走ったんですけれども、薄明るい状態から次第に真っ暗になっていきました。ランナーの息遣いと
スパイクの音しか聞こえてこず、非常に幻想的な時間を過ごしたと思います。峠を越えた20キロ以降からフィニッシュ地点までは街灯がありましたが、約32キロ地点にもう一つの難所がありました。この地点の大きな橋を渡ってトロムソ島に戻るコース構成だったんですけれども、高さが約40メートルもあるため歩いて登りました。橋の上ということもあり、風も非常に強く一気に体が冷えたことも覚えています。おそらくこの冷えが原因で、その後走りを再開した時、両太ももがつりそうな感覚に襲われまして、歩いて様子を見ざるを得ない状況になってしまいました。その上、ハンガーノックのような感覚にも襲われました。低気温下ではカロリーの消費も激しいのでしょう。これはスマホやカメラなども低気温下だとバッテリーを早く消費してしまうことと同じ原因なのかなと思いました。気温もマイナス10度を下回っていたことから常に動いていないと体が冷える一方で、低体温症のリスクも感じたことから正直身の危険を感じましたが、持参していた補給食モルテンですねを取ってしばらく様子を見に行っていたら、なんとかゆっくり走れるぐらいには回復しました。結果無事にフィニッシュ地点までたどり着くことができました。全体を通して予想通り非常にタフなレース展開となりましたが、マイナス10度以下の北極圏でフルマラソンを完走したという経験は今後の僕の自信につながっていくことでしょう。このポーラーナイトマラソンにはフルの部だけではなくハーフの部があります。ただ正直フルの部は皆さんにはあまりお勧めはできません。フルの部がエントリー約180人程度に対してハーフは約1000人ほどでした。北極圏を走るのであればこちらのハーフの方をお勧めいたします。峠越えも大きな橋越えもありません。最後に僕個人としては今年のポーラーナイトマラソン2026参加してよかったと思ってます。大会前の滞在期間で人生初のオーロラも見られましたしね。もし興味があれば来年以降の参加をご検討されてみてはいかがでしょうか。運が良ければオーロラも見られると思います。ではご視聴ありがとうございました。